皆さんこんにちは。テレビアニメ「進撃の巨人」でエレン・イェーガーを演じさせていただいております梶幸です。はい、いよいよ始まるんだなという感じですね。とはいえもうシーズン1の時からそうですけど、ずっと「進撃の巨人」という作品とエレン・イェーガーという役は自分の中に生き続けているので、本当に地続きな感じなので、大きな変化はないですけど、一作品ファンとしては続きがアニメーションで見られるというのが嬉しいなという思いと、ずっと苦しい展開は続いてますけど、もうこれ以上ないんじゃないかっていうぐらい、過酷な展開に突入しているので、それはもうアフレコしながらも、原作を読んだ時も感じましたけれども、皆さんもね覚悟して、ご覧いただければなと思っています。シーズン3の最後でようやく、少年時代からの念願の場所であった海にたどり着いたエレンたちです。そこから、数年が経ってのファイナルシーズンだったわけですけれども、原作を読んだ時にも衝撃を受けましたが、あれ編というのはもう今までの「進撃の巨人」からするととても異質な世界観空気感でしたね。その中で、肉体的にも精神的にも変化し成長したエレンというのは、初めて原作を読んだ時に、どう演じたらいいのだろうか、そして果たして自分にやれるのだろうかと、一番最初にオーディションを受けた時にまさかこういう、展開になるとは当然想像もしてなかったですし、数年経って見た目も大きく変わってというのも、誰も想定していなかったと思うので、僕も衝撃的でしたが、それ以上に、演じられるかという不安よりも演じたい、演じさせていただきたい、演じてみせるという気持ちの方が大きかったですね。エレンの内面以上にもう物語の本質というか真髄、みたいな部分、もう世界の真理みたいなものとしてエレンの立場が変化しているような気がするので、そしてファイナルシーズンのパート1の段階ではまだ原作もエンディングを迎える前という形だったので、僕も含めて彼が、そしてこの作品がどういうふうに着地するのかというのはわからない中でのお芝居でした。とても不安でしたね。これだけ、世界中の人に関心を持っていただいている作品、そして諫山一先生が生み出してくださった作品、そして自分が愛している、そして自分と重なる部分を多く感じるエレン・イェーガーという役をやっぱり生半可な気持ちで演じるわけにはいかないなという思いがあったので、そういう意味での責任感というのはすごく感じている中でのパート1でした。なので本当に手探りの中、毎話自分がどういう表現をするんだろうと、自分でねもちろん家で準備をして現場に臨むわけですけれども、監督が、音響監督が、そして原作の編集の皆さんがどういうエレン像といいますかね、進撃の巨人像を持たれているのかというところは、現場ですり合わせていくわけですけれども、毎回どうなるのか自分でもわからない中で、アフレコに向き合っていました。そして、初登場した時は、エレン・イェーガーではなく、負傷兵、エレン・クルーガーとしての登場でした。初めてそこで今回ファイナルシーズンとしてのエレンの声というのをマイクの前で発しましたし、どういうボリュームなのか距離感なのか
っていうのは、監督もね、以前マッパさんのイベントでもおっしゃってましたけれども、監督の中でもこのファイナルシーズンのエレンがどういう声をしているのか、どういう表現になるのかというのが想像ついていなかったとおっしゃられていたので、でもその音を出す自分自身でも想像がつかないぐらいだったので、ものすごく緊張していたのを覚えていますし、同時に動き出すと、本当に自分の意識とはまた別のところで、自然とこう歩き出すエレンがいたような感覚もあります。そこからの、地下室でのね、ライナーとの再会対峙というあの空気感っていうのは、ファルコ含め花江君と細谷さんと3人で、そのスタジオブースの中にまさに同じ彼らと演じているキャラクターと同じような空間で行われていったお芝居だったので、あの緊張感っていうのは本当に忘れられないなと思いましたし、その後ミカサをはじめとする調査兵団104期のメンバーと再会して物語は進んでいくわけですけども、毎週毎週本当に、自分の想像はありつつ、そこからはみ出して、本当操縦のできないような感覚、それと戦いながら、そして楽しみながらのアフレコでした。そうですね、もういろいろな機会で、お話しさせていただいていて、その度にここも印象的だな、ここも忘れられない、好きだな、辛いな、悲しいな、いろんな感情が、考えるたびに出てくるんですけれども、それだけ人の心に訴えかける物語だということだと思いますけれども、ファイナルシーズンパート1に至るまでのいろんな思い出があるからこそ、この今回描かれていた部分で感じるものがとても大きいんですよね。一番エレン役として感じるのは、戦え戦わなければ勝てないという、一人きりで鏡に向かって自分に言い聞かせるようなあのシーンですね。このセリフは皆さんもご存知のようにシーズン1でも登場したセリフなんですけれども、その時とは全く形の違う、雰囲気の違うセリフになっていました。同じ言葉でもこれだけ表現が違うというのが、伊佐山先生の何でしょう、物語を構成する上でのトリックだなと。本当にお芝居の勉強でも同じ言葉でどれだけ違う表現ができるかっていうのは、そういう勉強をするぐらい、何でしょう、気持ち、人の気持ち、思考っていうものに、寄り添った部分だと思うんですけれども、それを漫画としてもすごく有効的な使われ方をされているという意味でも印象的でしたし、エレンのね、その心情の変化っていうのを考えるとどうしても、辛く苦しいものがありました。でこのシーンをアフレコするにあたって家で、台本を読みながら、仮の映像を見ながら自分で練習するわけですけども、その時に本当に自分の意識とは裏腹にといいますか、原作を読んで物語は知っていたものの、いざ演じるとなると、やっぱ本当に読者というだけじゃなくてエレンとしての気持ちを考えた時に涙が止まらなくなってしまって、伊佐山先生に思わずご連絡をしてしまったんですけども、この時のエレンの気持ちが本当に改めて痛いほど分かりましたっていう、で思いが止められなくてどうしても連絡してしまいましたというふうに、メッセージを送ったところ、先生がちょうどその原作の最終話に取り掛かるというタイミング
だったようで、その私の気持ち、僕の気持ちっていうのを受け取って、どういう形かで、その最終話に反映できたらなというようなお返事をいただきました。なんか本当にそのタイミングも含めて、なんかこのエレンというキャラクターと作品に対してのご縁を感じるなと思いましたし、その最終話をもねいつか演じるわけで、よりこう気合を入れて取り組まねばなと感じました。もちろん他にも、こういう今まさに進行中のファイナルシーズン回れ編としてのエレンの気持ちもあれば、104期、その先もほどもお話ししましたけど、過去があるからこその今なので、夕日のシーン104期で語り合う、エレンの言葉だったりみんなのリアクションだったりっていうのが、すごく心に刺さりましたし、ライナーの気持ちも、シーズン2で、ベルトルト含め、兄もそうですけども、仲間としてずっと戦ってきたメンバーが実は違う目的があってそこにいたんだと、裏切りが発覚するシーンですけど、当時は本当にこうエレンの目線といいますか、今思えば壁内人類としての、視点でしかなかったので、やっぱ憎しみとか怒りっていうのが、自分のね母親を目の前で食われて殺されてしまってるわけですから、それだけじゃない大規模なね、もう一言では片付けられないほどの惨劇が起きているわけで、そう思うのは当たり前かと思いますけど、それに支配されていましたけど、本当見方を変えてみれば、とある人たちによってはそれぞれの正義があるし、それぞれの正義が逆の立場に立ってみれば悪と映ることもあるんだろうなと、そういうことを教えてくれる作品でもあると思うので、エレンがこう全てを分かったように、そのエレンを演じている今の自分は、彼らの気持ちというか歴史も含めて、今では理解できる部分もあるなというような形です。もちろん、サシャのこと、そして同時にガビのことも、もっと言えばカヤのことも、もう思い返せばキリがないんですけれども、それだけいろんな思いを持って今エレンを、演じさせていただいておりますので、パート2もね、僕も不安ですけれどもご期待いただければと思います。そうですね、まさにエレンとライナーが再び対峙し戦いが始まるぞというところでパート1が終了しています。そこからのパート2というところで、アニメーションとして表現する上で原作を読んでいた時とその感情とはまた違う部分で、音響監督からの演出のもと表現した部分というのはこのファイナルシーズン以前にも多々ありましたが、パート1の最後も自分の想像していたエレンよりも結構強めに、そのパート2に続く物語として、大きくお芝居をした部分があったなというような印象が自分の中でもあります。先ほどもお話ししたように、もうエレンにとってライナーという存在は本当に大きいものだと思います。それは壁の内側外側、その比喩というかなんでしょう、それを具現化したような存在同士だと思うので、それこそファイナルシーズンのパート1ではライナーの絶望、葛藤、迷い、いろんなものが見受けられたので、
ね、本当に彼もなんとか生きて自分の正義を、自分たちの平和をつかもうとしているわけですけども、エレンとしてはもっともっと大きく広く、一人の人間、一個人、一集団、コミュニティではなくて、もっと広い考え方で世界、歴史を見なければいけないというところの難しさがすごくあります。正直先がわからない中で演じるパート1っていうのはとても難しくて苦しかったんですけれども、いよいよ原作が幕を閉じて、僕も当然その瞬間にと同時に読ませていただいて、風に落ちるところがありつつも、いざではそれを演じてみようと思うと逆に迷子になってしまう、もう人知を超えている部分があるので、どう頭の中と心の中を処理していいかっていうのは逆に迷ってしまう部分もありましたが、とにかくその場でできるベストを、どれだけあがいてもやっていかねばなというような、思いで今もいますね。そうですね、今お話ししたように、自分の中でエレンのそのエピソードのあり方っていうのはいろいろ考えて、アフレコスタジオに向かうわけですけど、そこで相手のお芝居を聞いたりだとか、監督からの演出をいただいたりすると、もう毎回作っては壊し、作っては壊し、スクラップ&ビルド、その繰り返しで自分でももう何が何だかわからない、何が正解だったのか。でも現場としてはね、もちろん OK が出るからその収録が終わるわけですけども、これで良かったのか、これがベストだったのかっていう葛藤の中でアフレコが進んでいます。そういう感覚っていうのは今までにももちろんあって、その答えの出ない雰囲気、なんとかそれを自分の中から引っ張り出すのが「進撃の巨人」の現場のこの作品の役者としての面白さ、魅力なんだろうなっていうふうに感じてきましたけど、特にもうファイナルシーズンに入ってから、そしてパート1以上にパート2が、いよいよエレンがエレンなのかというような展開なので、本当に生みの苦しみというか、諫山先生がどれだけ苦しんで悩んでこの作品を生み出されたんだろうというのを想像せざるを得ないくらい、僕はもうエレンのことだけを考えても本当にしんどい時間の中、向き合っています。アフレコが終わるたびになんかもう心がぐちゃぐちゃになったような感覚ですね。全ては皆さんにご覧いただくために、我々声優陣はもちろんアニメーションスタッフの皆さん、心を込めて全力でこの作品を制作してくださっております。僕もこの作品役に出会えてとても幸せだなという思いがあります。きっと皆さんもこの作品を読むことができて、見ることができて、とても幸せなんじゃないでしょうか。もちろん幸せといってもただ穏やかに楽しいというだけではないのがこの作品だと思います。辛いこと、悲しいことから目を背けずに学んでいくこと、それを教えてくれる作品だなと感じています。このファイナルシーズンパート2放送にあたって特別総集編も
放送されておりましたけれども、改めて見返してみると、今見るからこその感情というものがあるなというふうに僕自身感じましたし、原作を最後まで読み終えた上で振り返ってみると、愛というものがいかに大切かというのを感じました。今回自分がその感じた思いっていうのをアフレコの最後まで維持して向き合っていければなと思っておりますので、どうぞ毎週欠かさずに、苦しい展開が続きますがご覧いただければ嬉しいなと思っております。というわけで、テレビアニメ「進撃の巨人」ファイナルシーズンパート2は NHK 総合にて2022年1月9日24時5分から放送開始でございます。よろしくお願いいたします。エレン映画役の梶裕貴でした。